世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたち、早いもので間もなく秋がやってきておりまして、はい、私の今年の目標はですね、よし今年は10キロ痩せるぞなんつって考えてたんですけども、まだ2キロしか痩せておりませんで、禁酒、禁煙、ダイエットなど自分を律することができない方、こういった方にヨグマたちだったらどのようなことをおっしゃるのかなと思って。私たちは執着があって、一回スイッチが入ると止めどもなくそれが欲しい欲しいって欲望を追求するっていう。だからマインドをなくすっていう修行をしていくんですよね。だからそれは瞑想なんですけれどね、やっぱマインドっていうのは何か感覚の喜びっていうか、外側から取り入れてね、でそれでもう取り入れた時にすごく嬉しいっていう気持ちがあったり、感覚の喜びっていうので、それは表面的なもので、またすぐその喜びをまた沈下してしまって、また欲しくなっちゃう。でそういうことを繰り返してるんですよ。だからその喜びが内側から湧いてくるっていう修行をしていくんですよ。だからそうするとなんかお腹が空いたとかね、寂しいとかね、だから寂しいとか言うと食べたくなったりとかね、怒ったりとか言ってやっぱりそれでもうちょっとそれに代わる楽しいことがないかなみたいな、そういう快楽を求めるみたいなね、そういうふうなマインドでごまかしているっていう、自己防衛でね、じゃなくて本質からバランスをとってね、そして満ちているっていうね、そういう修行をしていくとね、お腹も空かないしね、欲しい欲しいっていう気持ちもなくなるんですよ。だからヒマラヤ秘境の修行をしていくとね、その中心に瞑想があるんですけれどね、それをしていくとすごく満ちてくるので、お腹がすごく減ったとか思わなくて、ガツガツしないで気づきを持ってね、感謝をして食べるといいですよね。よく噛んで、味わって、セレモニーのようにガツガツガツって食べちゃうとね、それかわいそうじゃないですか。せっかく一生懸命食べていただこうって料理をした人の気持ちとかね、あるいは畑ですくすく大きくなってね、大地の恵みを持ってるんだな、ありがとうってね、これを食べたらいい仕事しなくちゃなとか。なるほど。それあなたを食べて悔やむんじゃなくて感謝しなくちゃなって。あなた食べたことで太っちゃうって悔やむんじゃなくて感謝して食べるっていう。マインドにつながると、マインドがお腹すいたすいたってそれにつながってるので、そのままいっちゃうわけですよ。本当食べたい、食べるっていう、もういいやって全部それ OK になってしまうって。だから真ん中にいてね、無心のところにいて感謝しながら食べると、そこに理性が働いてるし、それ満足感があるしね、自分の中に愛があるし、満たされない気持ちを求めるっていうことではなくてね、だから必要なものを必要なだけ食べるというね。だからその寂しい気持ちがたくさん食べるっていうことで埋め合わせようとしてるので、自分が満ちてるとそんなにただ必要なだけを食べれば満足するっていうことなんですよね。だから修行していくとそれに変わってくるんです。だからうちの会に来てね、それはうちの専属のスタッフになったんですけどね、だからその方70キロあったんだけど、何も食事制限とかしてるわけじゃないんだけれども、うちはそんな変なものを食べさせないので、自然に食べてたら20キロ痩せた。20キロ？だから別に痩せようと思ったわけじゃなくて、20キロ規則瞑想したりね、カルマヨガしたり、そういうみんなのお手伝いしたりして、でそれに完食するわけじゃないので、前は何かあるとご褒美にね、自分を慰めるために甘いものを食べるとかね、ご褒美っていうか、これだけ仕事したから慰めるのにご褒美っていうか、だから仕事をして慰めるのは瞑想していただくといいわね。そうするとそれが満ちて、そういうものに依存しなくなる。タバコもね、力者って言って私が清めてあげてね、
ヒマラヤのヒマラヤ聖者の修行したエネルギー、アヌグラハってすごく悟る精妙なね、でそのエネルギーがこうカルマって言って、そのストレス、その人のいろいろなね執着のストレスをこう清めることができるんですね。でもそうすると瞑想者に生まれ変わってね、で今までこう晩酌やって女性でも晩酌やってたとか言って、はいはいはい、いますいますたくさん。でも一日で治った。治った。まあもうちょっと時間がかかる人も人によってちょっと違いますけどね。で合宿に来てすごいヘビースモーカーでね、毎日何十分タバコ吸ってた方がね、社長さんがね、まあその人はなんか脱走しそうになったんですけどね。脱走。脱走っていうもうタバコ吸いたくて。だからタバコ吸いたいとか、だからね、その3日間でね、嘘のように治った。だから禁酒もできるようになったし、でもう禁煙もそれでこう習慣が変わったのね。だからピカピカに綺麗になったんですよ。だからちょっとやっぱりストレスでこうちょっと大変そうでしたけどね。よどんでいたのがこうね、すごく細胞が生き生きしてね、蘇って生まれ変わって。自然と律せされて。そう。律しられて、そうです。どんどん体も清らかに、そう本来のシュッとした体になっていくってことですね。だから2泊3日とか合宿に突入するといいかもね。突入って軍隊みたいな感じになっちゃうんですよ。軍隊すごくね、子供もできることだからね。うちは子供もね、みんなね、変わってね、お利口になってね、エネルギーが整うので、まあそういうふうにね、内側からすごく変えて、そしてまた意識がしっかりしてね、そしてこう心につながらないようになるんですよ。心につながるとね、寂しいとかね、それでもっと食べたいとかね、タバコ吸いたいとか、そういうなんかこうイライラしたりね、でそれを補うのにそういうもの、そこに行っちゃうんです。だからコントロールするってもこう我慢してやったりね、無理にやっていって、だから自然にできるっていうか。だから瞑想、そういうね、正しい生き方をしていくとね、自然に、自分がこう汚れないようにって感謝しながらね、自分の体を粗末にしないようにリスペクトして、自分の体にも尊敬を持つ、そういう生き方が変わってくるんですね。よろしくお願いいたします。